こちらのバス停は東京都にあるバス停で、最寄りの駅から遠い場所にあるバス停です。果たしてどこにあるバス停なのでしょうか。こんにちは、現象交通チャンネルです。今日は東京都で最寄りの駅から最も遠いバス停を目指すという動画になります。早速移動はこのお二人にお任せします。やっほ、エネリーだよ。BB チョロ、今日は何するの？今日はな、東京都内で最寄り駅から一番遠いバス停を探しに行くんじゃよ。バス停ってそんなに探すもんだっけ？駅の近くにあるもんじゃないの？それが違うんじゃな。若いの。駅から離れた場所にひっそりと佇むバス停。これがまたロマンがあるんじゃよ。ロマンって何それ？ただのお散歩じゃん。浅いな。まずは千代田区の日比谷交差点からスタートじゃ。都会のど真ん中で冒険を始める。このギャップが良いんじゃよ。また始まった長老の冒険シリーズ。でもちょっと面白そうだから付き合うよ。おう、ついてきなさい。ほら、日比谷駅が見えてきたぞ。長老、電車は男のロマンって言いたいんでしょ？おう、よくわかっておるな。久々の日比谷駅、ちょっと迷うの。長老、乗るのこれじゃない？そうそう、さすがわしの一番弟子。長老の弟子はもう100回くらいお断りしています。では有楽町線で新木場駅に乗るぞ。電車がぴったりのタイミングじゃ。さすがわし。都心の電車だと本数多いからタイミングも何も。まあいいや。はい、乗ります。よし、これで冒険の幕が開けたぞ。駅のアナウンスがまるで行ってこいと言ってるようじゃの。絶対そんなこと思ってないと思うけど。ねえ長老、目指すバス停ってどこなの？果たしてそのバス停はどこにあるのか。下町か山手か、それともまさか荒野のど真ん中か。まもなく新木場終点です。荒野ってここ東京だよ。まあいいか。いいか BB 長老。ご利用くださいましてありがとうございます。長老、新木場駅に着いたけど、ここからどうするの？新木場駅からバスに乗るんじゃよ。この駅はな、JR 臨海線東京メトロがつながる駅でな。それでかっこよい感じに言うと、ここは我々の冒険の始まりの地じゃ。ちょっとダサいけど、まあいいや。それでバス停はどこ？ほら、向こうにあるぞ。あれじゃ、先に見えるバス停じゃ。長老、時間ちゃんと調べてきたの？もちろんじゃとも。人生も旅もタイミングが全てじゃ。時刻表に朝夕の本数が多いって書いてある。緑色のバスが近づいてきた。あのバス。じゃあ乗らん？なんか海が見えてきたよ。だいぶ近づいてきたようじゃ。ついに終点に着いたよ。ここが東京23区で駅から一番遠い場所にあるバス停なの？バカスキャンプ場前って書いてある。そうじゃ。ここは
駅から4キロも離れておる。せっかく来たからちょっと散歩でもするかの。ここ何もないじゃん。バカもん、よく見てみ。これは江東区若洲公園埋め立て地の先端じゃぞ。自然があり風があり、そしてあの東京ゲートブリッジが見えるではないか。案内図があるね。海釣り公園とか橋を歩けるって書いてある。あ、でも橋は面白そうかも。分かってきたの。ほれ、橋の上に行くぞ。風強いし歩くの結構きついんだけど、長老、ここまで来たら戻るのも大変だよ。それがまた良いんじゃ。見ろ、この景色を。人類が作り出した橋と海のハーモニー。ポエムはいらないよ。ねえ、長老、大変なんだけど。天下の Google マップの検索結果がすごいことになっている。この検索経路に行けるのはわしだけじゃの。で、長老、泳げないじゃん。長老、次はどこ行くの？まだ何かあるんでしょ？もちろんじゃと思う。次は東京都内で駅からもっとも遠いバス停に行くぞ。また遠いの？っていうか、もっと駅に近い観光地とかじゃダメなの？ダメじゃ。遠いからこそ価値があるんじゃよ。なんか哲学っぽいけど、ついていくよ。じゃあ次はどこだ？長老、中央線の1、2番ホームに来たけど、次の電車はどこ行き？これから乗るのは青梅特快青梅行きじゃ。青梅特快は特別感があるじゃろ。いや、ただの普通の通勤通学電車っぽいよ。それでも青梅特快はロマンじゃ。ほれ、乗るぞ。ところで、この電車55分も乗るの？結構長いね。旅は距離と時間を楽しむものじゃ。ほれ、窓の外を見てみなさい。東京の西側へ向かうこの景色、どんどん緑が増えていくぞ。へえ、でもまだどい都会の新宿だけどね。西立川、オレンジは右側です。At the door to get off the train. ドアが閉まります。ご注意ください。拝島駅に着いたけど、ここで乗り換えなんだよね。そうじゃ。1番線から五日市線に乗り換えるんじゃ。ほれ、電車が来るまで30分待つぞ。30分？暇すぎるんだけど。何するの？五日市行きとどーっとなります。しているとあっという間じゃよ。ほれ、五日市線来たぞい。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は五日市線武蔵五日市行きです。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。The next station is 武蔵五日市 Terminal. JR やっと着いた。ここが武蔵五日市駅。なんか雰囲気がすごいね。これが東京の奥地、ローカルの魅力じゃよ。
ここからさらにバスに乗るぞ。長老、まだ行くの？どこまで行く気なの？まだまだ旅はこれからじゃ。ほれ、ちょうどバスが来たぞ。さっきの五日市線、バイバイ。東京駅からだいぶ移動したからもっと寂しいところかと思ったけど全然違ったよ、長老。寝てる。バス乗ってから2分くらいしか経っていないのに。勝間行きでございます。お降りください。車内に不審物等お気づきの点がございましたら乗務員へお待ちください。はい、一度発表いたしますので、お待ちください。1時間もバスに揺られてやっと着いたけど、このバス停カズマって名前？そうじゃ。武蔵五日市駅から25キロも離れておる。このバス停は終点で、バスがぐるりと回転できるんじゃよ。確かに終点って感じの静けさだね。周りは山だし、めっちゃ田舎？田舎じゃない。これは秘境というんじゃよ。このバスは地域には重要な路線じゃ。だから秘境感はあるのに、1時間に1本くらいバスが来るんだね。ほら、待合室に貼られている周辺案内や交通情報を見てみなさい。これが一番遠いバス停なんだね。いやいや、待ちなさい。実はな、今は10月。冬季じゃないので、もっと遠いバス停に行けるんじゃ。まさかまだ行くつもりなの？長老、さすがに遠すぎない？冒険に遠すぎるという概念はないのじゃ。ほれ、次のバスに乗るぞ。長老、このバスってどこ行くの？ここのカズマの最果てじゃなかったの？甘いな。このバスに乗ると、さらに奥地に行けるんじゃよ。まだ行くの？もう十分遠いんだけど。旅というものは、常に次の一歩があるものじゃ。ほれ、出発じゃ。着いたけど、長老、ここが最果てのバス停？ついに到着じゃな。ここは先ほどの武蔵五日市駅から30キロも離れておる。ここは都民の森というバス停じゃ。時刻表を見ると、1日に6回出発するんだね。しかも昼間のみ。その割には椅子がめっちゃある。このバス停は冬の間は運休される場所なんじゃよ。それにしても駐車場には自家用車がずらりだね。ここ都民の森は登山やハイキングの拠点なんじゃよ。自然を愛する者たちの聖地じゃな。というわけで、長老と一緒に東京都で駅から遠いバス停を巡る旅、ここで終わりだね。どうじゃ、楽しかったじゃろ。カズマも良かったが、都民の森はさらに遠かった。まあ、普段じゃ絶対来ない場所に来れたのは新鮮だったかな。ちょっと疲れたけど。疲れは冒険の勲章じゃ。ほれ、次の旅の計画を立てるぞ。ちょっと休ませてよ、長老。こうして奇妙なコンビの冒険はひとまず幕を閉じたのであった。